皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。僕は今台北の桃園国際空港にいます。ソウルからアシアナ航空の A380 で飛んできてトランジットの最中、これからエバ航空のビジネスクラスで大阪に向かいます。今回はスターアライアンスの世界一周ビジネスクラス航空券で予定を組んでいますが、ルートをやりくりすることで途中に一時帰国を挟むことができました。ここまでのルートを振り返ると、まずタイ航空で羽田からバンコク、続いてエチオピア航空で香港へ、陸路で中国深センに移動した後に深セン航空で北京まで、続いて中国国際航空でソウルインチョン、インチョンからはアシアナ航空で台北までやってきました。そしてこの後乗るのがエバー航空の大阪行き。大阪に着いたら別で予約した JAL 便で東京の自宅に少し帰ります。その後は再度大阪までやってきて世界一周ルートに復帰予定。世界一周航空券のルールとして同一都市に戻るのはダメだけど他の都市なら OK なので、今回のケースでは東京出発地として大阪を途中で経由するのは問題ないんです。この仕組みを使えば長期休暇を取れなくてもうまく世界一周航空券を使うことができます。というわけでこれからエバー航空に乗るのですが、まずはラウンジに寄り道。エバー航空のラウンジは4つもある。エバー航空は桃園国際空港にザ・ガーデン、インフィニティ、スター、クラブという4つのラウンジを置いています。今回はビジネスクラスなので上から2つ目の The インフィニティを利用します。左ですね。明るい都会の森をイメージしているそうで確かに開放的な空間。台湾っぽいご飯もたくさん。この後機内食もあるのでルーローハンとお肉だけもらってきました。今日はひたすら食べてばかりになりそう。でもせっかくならちょっとでも台湾っぽいものを食べたいよね。シンプルだけどホッとするお味。やっぱりラウンジに寄ってよかった。それでは搭乗ゲートへ。スカイトラックスの5スターを10年維持してるんですね。エバー航空はいい噂ばかり聞くので楽しみです。桃園はいつもバタバタでまともにお店を見たことがないですね。フードコートもあるんだ。あれ、この間のゼロ泊台北旅で行ったお店ですね。空港でも食べられるんだ。また一つ楽しみが増えましたね。今回の搭乗ゲートは C1 なんですが、来てみたらこれ森だね。表示は間違ってないのでここなんでしょう。あの奥から搭乗できるみたい。これから乗るのは B787 のダッシュ10。関空行きだけど見た感じ日本人は1割くらいかな。さすがに搭乗口付近には木は生えてませんでした。そろそろ搭乗です。こちらがビジネスクラスシート。綺麗だ。全体的に落ち着きのあるデザイン。ウッドと緑の感じがいいね。ディスプレイも大きい。足元も広々していてもちろんフルフラットになります。その操作パネルも気が利いてて分かりやすい。細かい操作はこっち。充電したり必要なものがここにまとまっています。ここにはヘッドフォンが収納されていました。小物入れも兼ねてる。こちらはメニューですね。これまたデザインがおしゃれ。ウェルカムドリンクはスパークリングワインをいただきました。お手拭きのサーブも丁寧。食事は洋食と中華と日本食があるみたいです。でもここで洋食にするのはなんか違う気がする。中華はディンダンフォンの監修なんでしょうかね。和食はきちんとこだわっていそうな雰囲気。
寿司八寸、先付け、炊き合わせなど、こちらもちゃんと監修されたメニューです。シャンパンはローランペリエで、白ワインはオーストラリアのものみたい。ドイツワインもあった。赤ワインはフランスとスペイン。受精強化ワインもありますね。さらにはカクテル類もたくさん。関空まで2時間半で着いちゃうのがもったいない。意外とお茶の種類は多くないんですね。コーヒーと紅茶は割と一般的なラインナップ。なんなら日本茶の方が種類が豊富。センスの良さで言うと、これまで乗ったエアラインでもトップクラスなんじゃないかな。シートに座っただけでこんなに楽しいのは久々かもしれません。とりあえずは離陸後の食事を楽しみに待ちましょう。桃園国際空港を飛び立っていきます。遠くに台北の街並みが見えますね。時間があったら街に出かけたかったけど、今回は予定の都合で断念。3日間で6フライトの超行軍でした。そのラストフライト楽しんでいきましょう。まずはお茶をいただきます。飛行機の中でちゃんとしたシャチでお茶をいただけるなんて。美味しい。スッとする。エバー航空は機内 Wi-Fi を無料で利用できるみたい。機内カタログに大谷翔平がいました。そんなところにもいるのか。食事が運ばれてきました。今回は中華を選択。チキンヌードルって書いてましたね。蜂の巣とキクラゲもついてました。薬味はネギ。ではいただきましょう。麺は見た目通りの優しい味付け。疲れた胃にはちょうどいい。蜂の巣は逆にアクセントになるようなスパイシーな味付け。バランスがちょうどいい感じ。この3日間の暴飲暴食が帳消しになるような優しさです。続いてデザートとシグネチャーなドリンク。これを機内で食べられるなら台北市内に出れなかった胸にも張れるってもんですね。こいつは間違いないうまさ。このドリンクの方も何やら特別なものだった気がします。現在飛行機は沖縄と鹿児島の中間あたり。もうしばらくはのんびりする時間がありそうです。とりあえずテーブルを片付けてと思ったら、さらにお菓子をもらいました。中秋節に合わせたお団子みたい。コロンと可愛いフォルム。中はこんな感じで上品な甘さのお菓子でした。そうこうしているうちに飛行機はどんどん高度を下げていきます。四国の辺りを通って関空に向かいます。鳴門大橋が見える。向かって右側が淡路島ですね。いよいよ着陸。空港の雰囲気になってきました。無事に関西国際空港に着陸です。日本に帰ってきちゃいましたね。初めてのエバー航空、しっかり堪能させてもらいました。これはまた乗りたいな。それではここからさらに乗り継いで東京に帰ります。数週間後にはまた関空に戻ってきて世界一周を再開するんですが、その前にいろいろと用事をこなします。この後は JAL のダイヤモンド出張を兼ねて関空羽田往復フライトを取っています。JAL の資料もかなり大詰めの時期。
そんなわけで向かうは国内線。わずか3日ぶりなのに随分久しぶりな気がします。関空のおまけのような国内線。今日はもうこれしかフライトがありません。あと4時間くらい時間があります。一旦国内線ラウンジに行ってみましょうか。ラウンジ関西。ANA も JAL もここを利用することになります。ちょっとしたコワーキングスペースみたいな作り。このマシンを見ると日本に帰ってきたなと感じますね。帰国ビールと柿の種。だんだんと日が沈んでいくいい時間でした。乗り物を眺めながら思いもほかチルな時間になってしまった。次は国内線で当然機内食なんてないので晩ご飯を食べに行きましょう。いつも混んでて使ったことがないボテジュ。今日はいけそうです。観光客の期待を取りこぼさんとするメニュー、考えうる定番料理が一通り揃ってますね。注文したのはマグロポキ丼。ベタですが米が食べたくなりました。トースターには万博の斬新。ぼちぼちいい時間になり搭乗時刻です。改めてこの一時帰国できるルールはかなり助かりますよね。ルート選びの柔軟性がだいぶ増します。これがあるからスターラ世界就航空券は使いやすいんですよね。今度は B737-800。いつものやつですね。この3日間の移動と比べると関空羽田間なんて本当に一瞬。もう眼下に東京の街が近づいてきました。遠くにはかすかにスカイツリーも見えます。ひときわ明るいのがディズニーのあたり。そろそろ閉園時間でしょうか。羽田空港に無事到着しました。あとは家に帰るだけですね。楽しかったけどちょっとだけ疲れました。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次はまた関空に舞い戻り ANA ビジネスクラスで出国です。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。